雑談です。諸ジョージです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は、日々は私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価マジでよろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、お昼過ぎですね、陣内くんの打ち合わせと撮影と言っておりまして、まあ特にこれね、近々配信されるやつを一つ撮ってたんですが、これは必見ですわ。本当に。なのでお楽しみにといった感じですかね。その内容はまあ本当にご覧くださいとしか言いようがありませんが、これは本当にちょっとね、夏らしい、いいね、そういうのが撮れておりますんで、お楽しみにしてくださいというのと、まあそんなとこですか。んで、帰ってきて絵をね、ずっと描きたかったんで、描いておりましたが、結局朝4時ぐらいまで描いてたの。後半はずっとね、明日ジョニーフェスって渋谷ロフト9からジョニー小野さんって、タップね、元オフィス来たの芸人さんと、博士第4代目の博士ドライブですねの方の音楽イベントに出るので、その練習をしようと、曲をね思って練習をしだしてたんですが、それを本当に朝までずっと一人でぶつくさ練習と言いつつ歌っておりましたね。なんで明日のそのねジョニーフェスも本当に時間がねそんなにないんで、一人一人のね、やれる曲数は限りがありますが、もうセットリスト、ね、2曲しかやらないのにセットリストもなんもねえだろっていうね。いや、ちょっと詰め込んで3曲ぐらいとかね、2曲で十分ですかね。やりますんでお楽しみにしてくださいと。そんなことを昨日はしておりました。でね、見ましたですわ。諸ジョージまであと1時間。これね、見ましたか？何話目ですか？6話目かな？6話目だった気がするがね、見ましたか？あら iPad が言うこと聞かない。6話目だったよね。あれマジで iPad が言うこと聞かない。あら怖いし。誰が出ていたかというと、中尾明義さんと佐藤穂波さんというね、誰だろうこの女優さんはと思ったらね、もうこれ答えから言っちゃいますけど、誰だろうこの女優さんはと思ったら、この佐藤穂波さんって穂内こかですよ。ゲスの極み乙女の穂内こかさんですわ。ドラムの子ね。なんでびっくりしちゃった、ほんと。と思って誰だろうなとは思ったんですけど、そうか、これね、びっくりした。女優の活動をしてたんだねっていうのも知らなかったんですけど、なんだろう、普通にというかちゃんとできるというか、どう思ってたんだっていうね。そうちゃんとできるとかできないとかじゃなくて、そういう話じゃなくて、いやびっくりしたね。こう体を張った体当たりの演技というか、ドラマがドラマなんで、諸ジョージことをいたすまでの1時間どういった感じでなるのかっていうところが描かれるんで、最終的にこうね、するとこまで、ほんと直前までなんで、体を張りますよね。なんでちょっとびっくりしちゃった、見直しちゃったというね、なんですが、あらすじ的には5年間
会社の同僚でね、お互いを意識しつつ、それぞれ同棲しているので、それでもなんかいいなこの人みたいな感じでちょくちょく飲みには行ったりしてたんですが、ある晩こう酔った勢いでね、やっとのことでね、ラブホテルに入るんですよ。お互いね、いつ誘おうか、誘っていいもんだろうか、誘われないのかなっていう感じを5年間ですよね、こう思ってて、やっと入ると。でじりじりとね、こう最初は酔いすぎちゃってつって介抱してるんですが、帰るつもりでいるんですが、そこにね、お互いのパートナーから連絡が入るわけですよね。今電話してもいい？今そのお互いのパートナーどうしてるのっていう話をしながら、いや友達の結婚式で実家の方に帰ってるよとかね、なんか寝てるみたいだとかね、そんな話をしながら、するとこう電話がかかってくるんですよね、中尾明義さんの方に。で今話せるっつって、で話していると、ただね、話したかった、いわゆる暇電ってやつですか。暇電なんかしたことないですね。電話基本的に僕かけることがあんまないんであれですけどね、暇電ですわが来て、トイレでこう話してでね、寝てたと、寝て起きたとこだと嘘を言いながらも話を合わせるというかね、話して、で一方ほな行こうかさん、佐藤ほなみさんの方はLINE で友達と宅飲みしてるっつって嘘を言うんです。でその友達の SNS をチェックしてね、こう何か別なことをつぶやいてないかこう確認して、こんな状況でしたとね。でちょっと一段落もしたんで、ちょっと飲もうかっての冷蔵庫に行くと、こうぐっとまたそこでね距離が近づいてこうキスをするわけですよ。でもうそこまで来たらもうねって思うんで、その時点でねあと25分とかそんな30分ぐらいなんですよね。んでキスしちゃったもんだから、じゃあもうねそこで初めてね、こう5年前から実はねお互いが同じことを思ってたんで、じゃあもう2人部屋の中ですることは一つですよっつって、でシャワーに入ってくるっつって、シャワー浴びて出てくるとね、もうその時点であと何分だったかな、5分ぐらいですかね、あと5分ぐらいのところになってね、5分10分前ぐらいから8分ぐらい前でこうもうねバスローブをはだけてこう胸に手を当てた瞬間、ちょっとねこう体がね嫌って反応するんですよね。でってそこでこう一瞬止まって、でごめんなさいって感じで、今度はほないここさんの方からこうねこう迫ってくると、それで体に触れるとまたこっちもこっちでうわっ嫌という感じで反応してしまうんです。でこれはちょっと参ったなってお互いが思って、それで5分前です。お互いの気持ちを整理しようっつって、こうどういうねこう正当化、この状況をお互いの気持ちの正当化をするためにこういろいろね理論武装するんですよね。でお互いここで浮気してこう後ろめたい気持ちね、罪悪感があればお互いのパートナーに優しくできるんじゃないかっていうね理論武装をしてことをいたすというところで終わるんですけども、これは完全にその後やってますよね。この毎回監督ね脚本もあれ違うんで、本当にこの後してるのかどうかとかね、前に見た兄弟のね姉妹のやつは結局どっちとやってるんだとかね、そういった面白みがありましたけど、今回のこれはもう完全にやってますね。これやってなかったら嘘ですわ。あの状況でやらないってことはないないし、んでまた赤い下着をつけてるんですよね。それがもうね男からしたらあんなもんね、このね赤い下着とか黒色の下着とかつけてようもんならつけてようもんならねお前やる気だなって感じでね、
好戦的に映りますよ。だからね、受けてたどうじゃないかっていう感じになるんで、これやってなかったら絶対嘘だし、絶対やってると思うし、ねっていうような回でしたが、いや一番はやっぱりその穂内効果さんのね、体を張った演技に驚きました。いや素晴らしかったし、話もね、理論武装するところとかね、なかなか面白かったんで、いやー、このね、これ全8回でしょ、あと2話ぐらいで終わっちゃうんで、ね、毎回なんで、これはテラサで、ね、全話一気見ができるそうなんで、これテラサに入る価値は、これを見るためだけで見逃してたらね、これまでありますよ。でも、先週分はTVer で見れますんで、まだ見てない方、ね、本当にちょっと穂内ここさん、これすごかった。演技もすごかったし、ね、体もね、エロい感じで映っておりましたからね。悶々としてる中学生とかはね、よだれを倒しながら見たらいいんじゃないですかって言ったところですが、いや本当に面白かった。ちなみに監督脚本は三浦大輔さんという方でね、他になんかね、ツイッターですごい宣伝をしてたんで、気になったと思って、これは毎回楽しみにしてたんで見たんですけども、その理論武装のところとかはね、面白かったで、といった感じですか。はい。コント、理論武装。ね。何をするにしてもあれですよ、本当に自分が納得できればいい。ね。それがたとえ、悪いことであっても悪事。ね、理論武装できれば、自分が納得すればいい。良くはないか、悪いことはやっぱ良くないかとは思いながらも、こうね、してしまった言い訳とかね、理論武装、例えばそれ遅刻の言い訳もそうですよ。理論武装であったりとかね、理論武装できるようにね、人は考えて、その浮気についてはどうかっつったらね、理論だけじゃどうにもならないこともあるとは思いますけどね、なんていうんですかね、とか思いながら見ております。本当にこのね、諸女児は面白いんで、ぜひまだ見てない方は見てみたらどうでしょうかというのと、明日のね、ジョニーフェス配信のみですが、リンクを貼っておきますんでね、概要欄にぜひ、お昼からなんで、見てくださいといった感じです。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。